皆さんこんにちは、青ゆです。本日はタムロンの新しい超広角ズームレンズ 12-20mm F2.8 です。皆さん 12mm にどんな印象ありますか？ 12mm って聞くとすごく広く映るレンズ、風景や建築物を撮る少し特殊なレンズ、そんな印象を持つ方も多いと思います。でもね、実際に使ってみるとただ広く写すだけではありません。手前から奥までの距離感を大きく見せたり、普段見ている場所を肉眼とは全く違う写真に変えたり、さらに被写体にぐっと近づけば超広角でもこんな風に背景をぼかすことができます。ということで今回はこの 12mm から 20mm という画角でどのような写真が撮れるのかっていうところを見ていきます。そして本日の動画は3部構成です。第1部では開封しながらこのレンズの外観や特徴、12mm と 20mm の違い、そして超広角レンズの活かし方についてお話しします。第2部では実際に外に持ち出して作例撮影を行います。ちょっとね、昼間と夕方と両方撮れたらいいなと思っています。そして第3部では実際に使ってみて良かったところ、超広角レンズを使う上で少し難しいなと思うところ、どのような方に向いているのかについてまとめたいと思います。なのでね、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速開封していきます。いや、まずね、この箱。こう見た瞬間に感じたのは、これまでのタムロンと全然違くないですか？なんかね、タムロンって言ったらやっぱり白い箱が特徴的なメーカーだなと思ってたんですけど、今回このクラフト製の箱になったみたいです。かなりシンプルですよね。焦点距離と F 値がバーンって書いてある、わかりやすい、そんな箱に変わりました。正直言うとね、前の白い箱も好きだったんですけど、ただね、ここまで外観が変わると、ここからちょっとタムロンが変わっていくんじゃないかなっていう、そんなね、期待と、タムロンの意志みたいなものを感じますね。なのでね、なんか次世代のスタートの一本目になるような、そんな革命的なレンズなんじゃないかなと、ちょっとね、ワクワクしています。というか私、超広角レンズめっちゃ好きなんですよ。なのでね、嬉しい。特にね、私が持ってる今ソニーの中で一番広角なのが 24mm なんですね。それよりもね、だいぶ広いレンズなので、やばい、楽しみ。クロスかな？ラッピングクロスですね。軽い。あれ？そんな大きくないですね。超広角レンズで、しかも最広角 12mm でこのサイズ感すごいな。ちなみにね、今日 α7V5 と C2 両方にこれをつけて雰囲気をね、試したいと思います。ちっちゃいよ、やっぱり。いいんじゃない？なんかフードが面白い感じになってますね。これまでのタムロンらしさっていうのも残りつつも結構変わってますね。全体的に少しメカニックな感じ。今までタムロンってなんかザ・シンプルっていう感じがあったんですよ。でもなんかちょっといろいろガチャガチャついてる感じがかっこいいですね。いいんじゃない？めちゃくちゃありですね。なんかズームリングとフォーカスリングと、そして絞り、それぞれね、凹凸の形だったりとか触り心地が全然違うんですよね。なのでね、ファインダーとかモニター見ながら操作してても、どのリング回してるのかっていうのが一発でわかる感じがいいですね。でね、スイッチボタンも結構ここに集中してるんですね。一直線に集中してる。このガチャガチャ感が良くないですか？かっこいいな。今回ね、外箱からしてだいぶ変わってきたなという印象はあるんですけど、レンズもね、結構変わっていますね。で、新しいデザインっていうと、どうしてもね、見た目の違いっていうところに注目しがちだと思うんですけど、実際に持って触った時のこのフィーリングの感じとか、分かりやすさとかが、今までよりもね、さらにアップしてるなっていう感じがあります。では、ここからは実際に α7V5 につけつつ、簡易的なスペックをお話ししたいと思います。いや、軽いよ。めっちゃ面白い。やばくないですか？フード一体型のレンズなんです。やっぱりね、超広角レンズってレンズがね、前に出やすいじゃないですか。なので、そこを守ってくれるという意味では、ガチャガチャ付け替えるんじゃなくて一体型っていうのはすごく嬉しいですね。でもってこれめっちゃ開きやすかった。癖になりますね、これね。これ超広角なのっていう感じの見た目じゃないですか。いやー、コンパクトでしょ、これは。いいですね。はい。ではちょっとスペックをね、簡単に紹介します。こちら、焦点距離は 12mm から 20mm。そして、ズーム全域で F2.8 を使用できます。すごくないですか？これ F2.8 投資ですよ。
でね、12mm というとやっぱりね、一般的な広角レンズよりもさらに広角。一方でね、20mm までズームすると 12mm ほど極端に広くはないので、普通の広角レンズに近い感じでも使えます。あとね、わかりますか？インナーズームなんですよ。なので 12mm から 20mm まで焦点距離を変えても全くレンズが伸びない。なのでね、重心変わったりしないのでめっちゃ持ちやすいです。あとね、動画撮影をする時にもこのね、前に伸びないので手元でこうやってスッスッスッって焦点距離を変えられるのがいいポイントだと思います。はい、これいいね。動画でもたくさん使いたいですね。ちょっとね、せっかくなので α7C2 にもつけて見た目を確認したいと思います。はい。コンパクトですね。さらにコンパクト。なんかどうですか？超広角持ってる人に見えますか？見えなくないですか？いや、結構頑張ったサイズ感だと思います。ソニーのこのスマートさ、コンパクトさにぴったりですね。普段ね、小さいカメラを持ち歩きながら旅行先や街中で超広角を楽しみたいという方にとっては、こういった組み合わせもね、すごくいいんじゃないかなと思います。ただね、ちょっと今回作例を中心に撮るのは α7V なので一旦戻します。いいね。うわ、広っ。うわ、広いね。超広角大好き。はい。ただね、やっぱ超広角というと少し特殊な存在に感じる方もいるんじゃないでしょうか。広い風景や建築物、また星空などを撮るときにしか使えないんじゃないかと思う方もいると思います。そして超広角レンズだから背景あんまぼかせないんじゃないとか、そもそもね、ぼかして撮ろうっていう考えにあまりならない方も多いと思います。でも被写体にグッと寄って近づいて撮れば、こういう風に背景をぼかすこともできちゃいます。光がある場所を選べば背景に玉ぼけを作ることもできます。よくないですか？もちろんね、中望遠のように背景をゴリゴリに溶かすみたいなボケではありませんが、手前の被写体を大きく見せながら背景にはその場所の様子も残す、この主役と周りを一緒に見せられるっていうところが超広角の魅力だと思います。いやー、超広角ね、面白いんですよ。なので全てを超広角らしく大胆に撮る必要はないと私は思います。そしてね、20mm 側を使えば普段の広角スナップに近い形でも撮ることができます。さらにね、フルサイズのカメラで APS-C クロップっていうものを使うと画角は 35mm 換算で約 18mm から 30mm となります。つまりそのまま使えば 12mm から 20mm、 クロップを使えば 18mm から 30mm 相当で撮れます。よくないですか？クロップの時、一般的な広角側の 24mm も使えちゃうってことです。なのでね、超広角というと結構限定的なシーンで使うレンズと思われがちなんですけど、使い方次第では意外とね、いろいろな写真に対応できるレンズだと思います。いやー、ありだな。じゃあね、ちょっとここからは 12mm と 20mm 同じ場所から撮影して比較してみたいと思います。まずね、こちらが 20mm です。20mm でも十分広角なんですけど、画面の中に入る情報量を整理しやすくて主役も比較的見せやすいです。続いてこちらが 12mm です。立ち位置は変えていませんが、左右だけではなく上下にもかなり広い範囲が映っています。ただね、12mm と 20mm の違いは単純に映る範囲が変わることだけではありません。12mm ではカメラの近くにあるものがより大きく、遠くにあるものがより小さく見えます。そのため手前から奥に向かう距離を実際よりも大きく感じさせることができます。もっと言うと遠近感が出しやすいということです。なので私は 12mm をね、単に広く映すための画角というよりは奥行きを作るための画角として使うことが多いです。一方でね、20mm は広角らしい開放感を残しながら 12mm よりも自然に画面をまとめやすいです。なのでね、12mm で大胆に見せるのか、20mm で情報を整理するのか、この2つを撮影しながら切り替えられるのが超広角ズームの使いやすいところです。そう、超広角×ズームってね、最強なんですよ。この違いはね、第2部の POV 撮影でも実際に確認していきたいと思います。ではここからは超広角レンズの活かし方についてお話ししていきます。超広角レンズを使うときは目に見えるものを全部入れようとするのではなくて、まず何を一番見せたいのかっていうのを必ず決めます。
で、主役が決まったらその周りに何を入れるのかを決めます。例えば人を主役にするのであれば、その人だけを大きく映すのではなくて、その人がどのような場所に立っていて、周りで何が起きているのかまで一緒に見せる。そうするとね、単に広いだけではなくて、主役と周囲の情報がつながった写真に見えます。また手前にあるものに近づくと、手前と奥の大きさの差っていうのが強く出ます。あとね、道路や建物の線、波打ち際、影など奥へ続いていくものを画面の中に入れると、自然と視線が奥へ向かう写真っていうのが撮れます。なので超広角レンズでは被写体だけを探すというよりも、どの位置から撮ると手前と奥が一番綺麗につながるのか、その立ち位置を探すことが重要だと思います。もうね、少ししゃがむだけでも見え方っていうのは大きく変わりますし、一歩近づくだけでも写真の印象は変わります。私はね、超広角レンズを使っていると、写真を撮ってるっていうよりは撮れる場所っていうのを探検しているような、そんな感覚になることがあります。なので超広角レンズって使ってるとめっちゃワクワクするんですよ。ということで、ここからは実際にこのレンズを持って外で撮影します。それでは第2部の POV 作例をお楽しみください。皆さんこんにちは、青ゆいです。本日はこのタムロンの 12-20mm f2.8 の超広角レンズでスナップをしていきます。昼と夕方の世界を撮っていきたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。では行ってきます。超広角はね、好きだからめちゃくちゃ楽しみ。おー、すごいね。いい感じ。ちょっとサンダルがあったので、そのあたり入れてみます。ぐっと寄れるとこまで寄って。こういうショットでも面白くないですか？奥に人がいるのでね、それがまた面白いというか。お、水がすごい来た。綺麗ですね。いいね。引いてもいいね。ちょっとね、20mm で撮影したいと思います。少し絞りましょうか。あ、いいんじゃないでしょうか。ぐっと絞るとこんな感じ。めちゃめちゃいい。では、この電球を主役に奥の玉ボケを作りたいと思います。20mm。いいね。面白いですね。奥のちょっと焼けてる感じも好きかもしれないな。多分振り返ったら結構綺麗だと思うので。あ、いいね。うわぁ、最高。じゃあ、まず 12mm からいきますか。いいね。これが 20mm。いいね。この目の前の景色をそうです。ああ、いいね。めちゃめちゃいい。とかね、ちょっとこの足跡たち奥に続いてるので縦構図と合いそう。あ、いいね。で、ぐっと絞って、あ、いいんじゃない？これくらいかな。おー、この目の前のね、この字のね、建物が好きなんですよ、私。なので少し近づきます。この広大さっていうのを出したいので、かなりね、下からのアングルで、撮りたいなと思ってます。いいね。ではね、まあいろいろ花あるんですけど、まあこの辺りが綺麗かなと思いますので、一旦これで後ろの空を活かしながら撮りたいと思います。あ、良さそう。もし 20mm だったら花にグッと寄ってこの子を主役にし、12で引くんだったら下からの
この煽り気味の感じで撮るっていうのがいいと思います。いいね。この光もいいですね。いいかも。ただの光ですけど。うわー、いいね。この目の前の景色も、この広さがいいわ。いいんじゃない？ここのね、四角の中央を画面の中央に合わせるって感じで撮りましょうか、一回。とかね。いいんじゃない？広々と撮ってあげても。うん。良さそうですね。ちょっとね、この横断歩道を主役に撮ったらいいんじゃない？面白いね。そう、この白線をね、下のラインに合わせると良くないですか？うわ、やばい、これ。12か、今。じゃあ20でも撮っとこうか。いやー、最高だね。これって感じですね。では、この大木をね、下から。でね、F 値絞って、そう、こういうね、光とか出して面白いんじゃないでしょうか。で、木と木の端を画面の端に入れるっていう。はい。第2部の作例いかがでしたか？まずね、率直な感想として、私はね、もともと超広角レンズが大好きなので、その時点で撮影していてかなり楽しかったです。いつも見ている場所でも 12mm を通して見てみると、今まで気づかなかった線や奥行きっていうところが見えてきます。なのでね、一度撮ったことがある場所でも、まだ別の構図があるんじゃないかっていうところを歩きながら探したくなる、そんなレンズです。でね、実際に使ってみると、やっぱり同じ超広角でも 12mm と 20mm って全然違います。ただ多くのものを画面へ入れるための画角ではありません。手前を大きく、奥を小さく見せることで画面の中に強い奥行きだったりとか流れを作れます。一方で 20mm は広角らしさを残しながらも 12mm より情報を整理しやすく、主役を自然に見せやすい画角でした。なので最初は 20mm 側で構図を探して、もう少し広さが欲しい、奥行き感を強く見せたいと感じたら 12mm にする。反対に 12mm が情報入りすぎちゃうなっていうことであれば 20mm へ戻して整理をするっていうね、撮影者が大きく移動しなくても写真の見せ方を手元で変えられるっていうのがすごく安心感があるなと思います。一方で超広角レンズは最初から簡単に扱える画角ではないとも思います。画角が広いため、少しカメラを向けただけでも左右や上下に多くのものが入りますよね。その結果、何を見せたい写真なのかっていうところが分かりにくくなったり、画面がごちゃついたりっていうことがよくあると思います。なのでね、私は超広角を使うときはただ撮るのではなくて、まず主役になるものを必ず決めます。その上で周囲のものたちっていうのを入れることで、どのような状況にいるのかっていうところまで、その空間まで見せられるようになります。路地の写真では中央の空間を主役にして左右の建物を奥へ視線を運ぶ線として使っています。こういった写真では被写体へかなり近づくことで主役を大きく見せながら背景の様子もしっかりと残せる。このようにね、主役を一つ決めてからその周囲に必要な情報を加えていく。そうすると超広角でも写真を整理しやすくなります。そしてね、横構図で情報が多すぎるなと思ったら縦に変えるという方法もありだと思います。縦にすることでね、左右に入る情報っていうのをかなりぐっと狭めることができるので、主役を見せやすくなると思います。しかも空や地面を大きく入れられるので、超広角らしい奥行きっていうのは残せます。はい。ではね、このレンズどんな方に向いてるか。まずね、超広角レンズを使ったことない方。なんでかっていうと、標準には映らなかった範囲や今まで見たことのない距離感っていうのを一枚の中に作ることができます。この魅力は本当に大きいです。そしてね、まだ広角側のレンズを持ってないという方の候補にもなるかなと思います。やっぱね、標準域っていうと日常の中とか、スナップや人物、物撮りなど幅広い場面で使えます。一方、この 12-20mm は標準レンズの代わりというよりも超広角らしい写真だけではなく 20mm 側やクロップ機能もしくは被写体によって撮るっていうそういう扱い方をすれば普段に近い感覚の撮影もできます。もちろんね、超広角レンズで
さらには F2.8 投資となるとね、気軽に選べる価格ではないです。ただね、やっぱ超広角レンズっていうのは作ること自体が難しいですし、ここまでコンパクトに作るっていうことを考えると、やっぱりどうしてもそういった値段になってくるのはしょうがないことなのかなと思います。でもね、やっぱりね、12mm にしか見せられない世界ってありますよね。その空間丸ごと1枚の中で見せられるってすごいことだと思います。そしてね、超広角の単焦点レンズだと自分が使いこなせるかわからなくて不安とか、広すぎて使いにくいかもしれないと思う方もいらっしゃるかもしれません。でもこの超広角はズームレンズで、しかも 20mm までいけます。なのでまず 20mm 側の普段の広角に近い感覚からスタートして、もう少し広く見せたい時に 12mm に広げる。反対にね、 12mm で情報が多いなと思ったら 20mm 側へ戻す。その逃げ道っていうのがあるので、初めて超広角へ挑戦したいと思っている方にとっても候補になりやすいレンズかなと思います。私自身めっちゃ超広角レンズ好きなので、その時点ですごく欲しいなと思うレンズなんですけど、楽しいの。普段見れない世界が面白すぎて。はい。ということでね、星空撮影とかもこのレンズで撮ったら楽しいんじゃないかなと思っています。ということで、そろそろこの辺りで今日の動画は終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。